あら、あんまり濁ってないね。もうちょっと濁ってるかなと思ったんだけどな。もうちょっと上か。風が吹いて濁りが入ってっていう、そんなタイミングですね。水草拾っちゃうな。どっかで鉢当たると思うよ、でっかいのに。こっちまで泳いでこないかな。逆風の時はなるべく低弾道で投げるといいです。背が結構綺麗に見えてるもんな。やべ、裏切った。このコースあれだな。食った、でかい。このコースあれだな。食った、でかい。でかいよ。あ、めっちゃでけえ。なんだこれ、バスだったらやばい。バスだ、やばい。うわ、でっか。うわ、最高だ。いいバスだ。うわ、たまらんぜ。バスフィッシングらしいバスフィングしてやったぜ。噛むか今の。もう一回バスフィッシングらしいバスフィッシングしてやったぜ。最高。これだよ。いけてるだろ俺の釣りが。ヘイ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 。おっしゃー。やばいぜ。うわー、久しぶりにクランキン。チャブルですよ、チャブル。頼りになるあなた。皆さん、爆風ですよ、爆風。爆風クランキンなんです。さあ、この日の釣りを解説していこうと思います。この日の環境とかですね、それを説明した後に、なんでその場所を選んでこのルアーを選んだのか、ここら辺をしっかりめに説明していこうと思うので、ぜひ参考にしてみてください。まずこの日の環境ですね。季節は5月の下旬で、釣り始めたのが5時ちょい過ぎだったんですけど、皆さんどうですか？釣りに行く前に天気どの程度見ます？もし前日や前々日ぐらいまでしかチェックしてないよという方がいたら、一回騙されたと思って1週間くらい遡って天気をざっくり見てください。そうするとおそらく前日前々日を見るよりはいろんな発見があるかと思います。で、今回は5日前、釣りに行った5日前に1回雨がダーって降ったんですよ。で、その次の日から晴れのち曇りっていう、そのすごく温まるわけでもなければ冷えもせずみたいな穏やかな天気が1、2、3、4と続いた日が当日だったんですけど、この日だけ変化があったんです。それまでは穏やかだったんですけど、この日だけ北風が強くて、どんな感じっていうと、こうお昼過ぎぐらいには1メートル2メートルだったんですけど、3時ぐらいを回るときにもう3メートル4メートルになった。もう3メートル4メートル吹いてると釣りしてて、ちょっと強いからめんどくさいなって思う程度の風かな。これがさらに5時を回る直前ぐらいで5メートルまで上がりました、風速が。だから北風5メートルの中で釣りをしたんですね、この日は。もう5メートルだから結構わーって吹いてますよ。ざっくり1週間でこんな変化があったなっていうのを一応おさらいした後に場所選びに移るんですけど、もちろんこんだけ風が吹いてたら風裏の美味しいところがいくつか思い当たるんですよ。そういうところ行きたかったんですけど、結構バッティングしちゃうっていうのが多くて、でその日も1箇所目パーって通り過ぎる時に人いるなって思ったんで、急遽風の思いっきり当たってるとこ行こうかなと思ったんですよ。それが釣った場所なんですけど、あそこは人気スポットでもういつ行っても人がいるようなところなんですけど、北風が吹くと思いっきり横殴りなんですね。川の流れとは反対にドワーッと北風が入ってくるんですけど、釣れないわけでもないし、逆に風がダーって当たってればめちゃめちゃ波立つ&濁りも入るんですね。普段そんなに水の汚い場所じゃないんで、少しでも濁ったらチャンスなんですよ。で、波立ってれば余計バスの警戒心も薄くなるんで、じゃあそこ行こうかなということでポイントを選びました。
1週間の天気を見てあの場所を選んだって感じですね。釣り場の状況なんですけど、河川ですね。で、護岸されていて、足元にテトラがこういっぱい置いてあるような場所なんですね。大型の個体がそのテトラの外側をこう行ったり来たりしているっていうのが、回遊型のバスがいるんですけど、今回はそれに狙いを絞りました。ほんで、風が吹いたらスピナーベイトってよく言われるように、でもこうテンポのいい巻きで釣りたいですから、まあ風が吹いたらとりあえずスピナーベイト投げようかなって思うところはわかるんだが、ある程度の速度で巻きたかったんですよ。ルルルルルルよりはダララララって巻きたかったの。というのはやっぱこうスピードで騙せる部分もあるんで、特に警戒心の強いポイントなので、スローテンポよりかはかなり速いテンポでバスを騙したいなっていうのがあって、まずスピナーベイトが除外され、でかつブロックテトラにスコーンって当てるシーンも多くなるんで、クランクベイトの方がいいと思ってのチョイスです。で、釣り場について一番初めこっちを結ぼうとするんですよ。アスカというクランクベイトを最初結ぼうとするんですね。で、この川はこういう形のブルーギルだったり、もうちょっと細いハヤみたいな魚もたくさん泳いでるんですけど、ちょっと待てよと、今日は濁りがあるなと、こっちの方がいいかもしれない。で、これをなんで思ったかっていうと、テトラ体を巻くっつったじゃないですか。で、あそこテトラの中にゴリっていう魚がたくさん住んでるんですね。なんかハゼみたいな魚、テトラの隙間からピョコピョコって出てきて、ふわふわしてる餌を食べて、またピョコピョコって帰っていくような、こいつらもちろん天気の日とかでも捕食活動は行うんだが、濁った時やっぱりよく出てくるなって僕は感じてるんですよ。彼らってそんなアホみたいな距離を移動するわけではなくて、住処から出てきて餌食べてまた住処に戻るような生活だと思うんで、水がきれいなところで餌を食べるよりもやっぱり濁ってる方が餌にありつけるチャンスがあると思うんですよ。水が澄んでて何も変化がないような時より、波立って濁りが出て水中がねかき回されてる時の方がやっぱ餌探しやすいじゃないですか、こういう小魚も。だから濁ってる時はこいつらがよく出てくるなっていうのをなんとなく肌感で感じていて、かつ魚って餌を食べてる時が一番無防備だと思うんですよ。こういうゴリとかも普段ピョコピョコって出てきて、こう広い範囲をこうキョロキョロしながら自分の身に危険がないかとか見ながら生きてるとは思うんですよ。だって油断した瞬間に死んじゃうかもしれないじゃん。食べられちゃうかもしれない世の中を生きてるんで、彼らはものすごい警戒心の中で生きてると思うんだけど、やっぱりこう普段キョロキョロしてるやつも「おい餌だ餌食おう」ってファーって上がった瞬間は餌しか見えてないんで、一番警戒心が薄れてるんですね。捕食してる時が一番捕食されやすいっていうのがなんかあるなというのは感じていて、ブルーギルとか他の小魚も餌を食う時に水面がパチパチなったり、この顎の骨がポキポキなったりとかして、それにバスが反応するよねっていう状況もないわけじゃないと思いますし、それが効くんだよって言ってる人もたくさんいらっしゃるし、そういうもんで魚が捕食している時が一番捕食されやすいっていう状況があるなというのは僕もなんとなく思ったので、今日はゴリだなみたいな、こういう丸っこいシルエットよりはこっちのゴリシルエットの方が強えなと思って、でかつあそこザリガニも住んでるんですけど、ザリガニが逃げる時もやっぱこのシルエットになるんで、なので動画の初めでこれを結ぼうとして手に取るんですけど、いや違うな、こっちにしようっつってチャブに結び替えて、結果めちゃくちゃ早く釣れた。多分6頭7頭目ぐらいで釣れてると思う。一応動画上はキャストをいくつかカットしてるけど、本当行ってすぐ釣れたみたいな、だから一番いい釣りをしたのかなと思います。さあ、タックルの方もちょろっと解説していきましょうか。今回使ったのが20ゾディアス 176M、 それからスコーピオン DC ですね。これが20年モデルで、これ何年モデルなんだろう、21とか22とか、両方中古で買ったんで9000何ぼと1万7000円ですね。はい。ラインが安いナイロンライン12ポンドなんですね。で、このセッティングであなたちょっと腹筋が甘くなるんじゃないと予想した方もいらっしゃると思うんですけど、確かにちょっと甘い。個人的にはグラスではないので安いナイロンでちょうどいいかなと思ったんだけど、やっぱり食った後の腹筋はちょっと甘くなったかなっていうのはあるんだけど、これ面白いもんでさ、バチーンって腹筋するじゃん。でバスがいいってなるとさ、向こうも思いっきりうわやべえってなるんですよ。でもこれぐらいでバチンってかけた後、ある程度のテンション効かしながら巻いてくると、バスがなんだろうな、何なんか俺引っ張られてねぐらいの、なんつうの、なんかちょっと半分パニックみたいな感じでふらふら寄ってくるんですよ、手前まで。あまりテンションがかかんないから。で手前まで来て、うわやべえ俺釣られてるやんけってなってから、ガーって一発目のランが入るんですけど、竿が長いと懐が深いじゃないですか。でこの12ポンドの安いナイロンラインがまあまあ伸びるじゃないですか。だフッキングで50% ぐらいのフッキングして、手前までああなんだ俺っていう感じでバスを寄せてこれて、うわやべえで一発目のツッコミでグーッガチンみたいな、手前でってやった時に最後こう
フッキングが完成するみたいな、そんな印象を持ちましたね。まあそう言ってもまあ 70%、80% ぐらいかな。70点、80点ぐらいだったけど、釣り上げた後。まあでもバレる感じではない。そんなフッキングでしたかね。懐が深いからさ、その別にドラグもクラッチも何も切らずに、竿のグイーッとナイロンの多少なりの伸びで、っていなせるんですよ。だからもう手前まで、ふわーってスピニングの UL で釣ってる時みたいな、あらあら、なんか俺引っ張られてるんじゃないのみたいな感じでバスが寄ってきて、であとはもう手前でこうやってってあでも手前でくる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 回して疲れてキャッチみたいな、そんな感じでしたね。琵琶湖に来てから長いロッドと安いナイロンの可能性をちょっと探ってはいたんですけど、まあいよいよ大丈夫な感じになってきたなと。ロッドがね、そのグラスちょっと入ってるようなやつだと、微妙な感じはちょっとした。やっぱそれはフロの方がいいなと思った。スピナベとかでよく釣ってる動画はそのセッティングでよくやってたんですけど、そっちの方がめちゃくちゃ甘かったかな、フッキングは。バレることはなかったんだけど、でもそのキャッチしてすぐ針取れたってことが2、3回あったんで、こうグラスコンポジットとかグラスが入っててとかにナイロンラインはさすがにちょっと柔らかすぎるなっていう印象でしたね。まあ普通の M ぐらいだったら、まあ差の番手によってさ全然柔らかさ違うけど手前まで持ってきて初めてバチンってフッキングが完成するみたいな感じ。フックが立ってて手前に来て突っ込んだ時にスコッみたいな感じ。ちょっとよくわかんないけど、まあそんな印象を受けた釣りだったので、それも合わせて紹介しておきます。何せさ、僕今週末アングラーだから LINE の管理ってマジでめんどくさくて、フロロ使いたいんだけど、例えば使って1週間放置した後のフロロってうんちっちになるじゃないですかそこそこのやつ使ってても、2週間なんか経ってもう余計じゃん。それを考えると安いナイロンが一番こうトラブルもないし、お財布にも優しいし環境にも良いと。そんな1週間に1回巻き替えることもないから、巻き替えたい時はあるけど、だからそれを考えて、そういう部分を考えていろいろカスタマイズした中で一つこれがいい感じかもと思ったので今回紹介しました。おすすめできるのか、お金があったらフロロの方がいいかもしれないけど、多分釣り方によったらこのセッティングがベストなやつもいくつかあると思うので、ちょっとこれでしばらく遊んでみたいなと思います。ペンシルとかね、そこら辺もいいかもね。というわけで今回の動画はこんな感じなんですが、ちょっと告知と言いますか、今1週間に2回ライブやってるんですよ。でいつも3時間とか2時間とか喋ってるんで、もしよかったらぜひぜひ遊びに来てください。だいたいその日の夕方ぐらいに通知を出して、夜の10時から全部夜の10時からスタートしてるんで、ちょっと夜遅くの回になっちゃうんですけど、釣りのお話だったり別に関係ないお話とか全然聞くんで、今まだ全然人が集まらない。だからチャットし放題です。何でも質問に答えられます。だから動画のここ何なんですかとか、ここの動画のこういうところをどういう風にやってるんですかとか、ありとあらゆることを35歳のおっさんに聞きたいことを愚痴でもいいわ。何でも欲しい。たくさんチャットください。というわけで今回の動画はこんな感じです。爆風が吹いた時、釣り行こうかな、めんどくさいな、どうしようかな、そんなことを思わずに爆風クランキングに行ってらっしゃい。